皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。2022年3月2日、岸田文雄首相は2日、首相官邸で記者団にウクライナ情勢に関し、ウクライナとの連帯をさらに示すべく、第三国に避難した人の受け入れを進める、知人や親族が日本にいる人の受け入れを想定するが、人道的な観点から対応すると表明しました。まるで第二次世界大戦時のポーランド難民を受け入れた杉原千畝の再現かと思ったのは私だけではないと思います。とはいえ、ウクライナって一体どんな国なの？私が知っているのは世界一美人が多い国くらいしか知らないんだけどわらわら5本失礼しました。ということで調べてみたら、なんと昭和の大横綱大砲のお父さんがウクライナ人でした。元横綱大砲後期の父マルキャン・ボリシコ1885から1960年11月15日さんは帝政ロシア時代のウクライナ東部ハリコフ県出身で、サハリン州カラフトに移住したウクライナ系ロシア人でした。ロシア帝国による極東移住の呼びかけに応じて農民の両親と共にカラフトに入植しています。1917年にロシア革命が起こると、北カラフトはアレクサンドル・クラスノスチョーコフの極東共和国に組み込まれました。しかし、ロシア革命が起きて、極東共和国が消滅、北カラフトの社会主義化が進むと、革命政権を嫌って、1925年にマルキャンさんは、単身で日本地政家の南カラフトのバイハク・ゲン・コルサコフへ亡命しました。そして1928年、洋裁店勤務のナヤ・キヤさんと結婚し、翌年から自家で牧場を経営しました。マルキャンさんは多くの日本人、白系ロシア人を雇い、肉や乳製品を卸して成功し、南カラフトでは知られた名士だったとのことです。1940年、昭和15年5月29日にシスカ郡シスカ町で幸吉が生まれました。このように、ロシア革命以来、南カラフトにはマルキャンのような白系とされたウクライナ系、ポーランド系の住民がソビエト政府による弾圧を逃れて居住していました。しかし、1944年に戦況の悪化により、日本政府のカラフト庁の指示で、これらの住民は三木内村の外国人居留地に移送されました。マルキャンも一人居留地に移され、敗戦地1945年8月に船で北海道へ引き上げた家族と連絡が絶たれてしまいます。陸上ではソ連軍の無差別攻撃がしばしば行われ、約2000人の民間人が死亡。亡命していた白系ロシア人も多く死傷し、犠牲となったと言われています。第二次世界大戦終了間際に、ソ連が日露不可侵条約を破って退避参戦して以後、赤軍が南カラフトに侵攻、カラフトの戦いして、ソ連が南カラフトを実効支配するようになり、外国とのつながりのあったマルキャンさんは、大泊でソ連当局に逮捕され、1949年にハウス宣伝を理由に自由剥奪10年の刑に処せられ強制収容されました。1954年に恩赦を認められて出国。その後サハリン州立博物館の守衛を務めましたが、1960年11月15日肺炎のためユジノサハリンスク豊原市で死去しています。まあこれだけ見てもウクライナはロシアの手先となって、ロシアから長年利用され、迫害されてきた歴史が垣間見えますよね。ウクライナと日本との関係は、日露戦争の頃から始まっていますね。1904年から1905年にかけて、多くのウクライナ人は日露戦争にロシア側として送り込まれました。ウクライナ出身者が最も多かったのは、ロシア帝国軍第10軍団でした。その軍団は第9ポルターバ歩兵師団と第31ハルキウ歩兵師団から編成され、1904年の春にキエフ軍管区から満州へ送られています。日露戦争に参加したロシア帝国軍の兵卒は
ウクライナ出身者よりロシア極東に居住していたウクライナ系移民の方が多かったのことです。彼らはアムール、コサック、シベリア、コサック、ザバイカル、コサックの諸軍に編成され、日本陸軍と交戦しています。またロシア帝国軍の将校には旧ザポーロジャコサック出身者がたくさんいたと記録されています。太平洋戦争終結後のシベリア抑留でも日本はウクライナと深い関係がありました。日本兵や民間人が旧ソ連軍の捕虜となって主にシベリア地域で強制労働に従事させられました。厚生労働省によると抑留者は約57万5,000人、過酷な環境に置かれ栄養失調やチフスなどで約5万5,000人が死亡したとされています。抑留された地域はシベリアのほかモンゴルや旧ソ連のウクライナ、カザフスタン、ウズベキスタンなど広範囲にわたりました。しかしウクライナではまだ比較的日本人には好意的に接してくれたと言われています。戦後捕虜となった池田清さん95、鹿児島市紫原はウクライナ共和国のアルチェモフスクに抑留されましたが、対比戦争に参加したソ連当局やソ連兵に恨みや憎しみはあってもウクライナ人には一切ないと発言しています。また現在ロシアに不法占拠されている北方領土には実はウクライナ人が多く住んでいます。1991年の調査によると全人口の4割がウクライナ人とする調査もあります。2016年時点で国後島に7,914人、択捉島に5,934人、色丹島に2,820人の計16,668人のロシア国籍の住民が在住していますが、そのうち1割4割ほどが民族的にはウクライナ人とされます。北方領土の代表的な町はユジノクリリスク7,048人、2002年調査で 82% がウクライナ人、ゴリアチエ、クリチ2,025人、マロクリリツク1,873人、クリリスク1,666人、2002年調査で 92% がウクライナ人、クイビジェフ1,757人等です。2014年に起きたウクライナ内戦の混乱から逃れるため、ドネツィク州島の東部の親ロ派地域からウクライナ人がウクライナ系住民が多い北方領土に難民として入植してきた例も報告されています。また日本には現在ウクライナ系日本人と呼ばれる方が約 2,000 名居住しています。在日ウクライナ人や日本に帰化や亡命した人およびその子孫のことをウクライナ系日本人と呼んでいますが、2020年12月現在では1,867人が日本におります。在住者のうち女性が1,404人と大半を占めています。年齢別に見ると40代女性が最も多くなっている。在留資格別に見ると永住者が910人と最も多く、次いで日本人の配偶者等の269人、技能196人と続きます。著名人としては大砲幸義第48代横綱、父がウクライナ人、滝沢カレンモデル、父がウクライナ人、ナターシャ、藤井歌手、バンドゥーラ演奏家、アンドリー・グレンコ、ウクライナ出身の国際政治学者、日本研究者、アンドリー・ナザレンコ、ウクライナ出身の政治評論家、外交評論家などが知られています。ウクライナの歴史を見ると、まさに迫害の歴史で語り出すときりがありませんので、この辺りでやめますが、このように日本とも縁が深い国なんですね。特に最近は親日家が多いとも言われています。今回難民として何人来るかわかりませんが、日本人は決してその期待を裏切らないような行動を取らなければいけないとは思いますね。以上です。